お料理くまチャンネルです。最近ね、ちょっと動画を見直しててね、初めて動画を上げたのが2014年の9月だったの。今年の9月で2年経つんだなーって見てたんだけど、そういえばみんなにくまちゃんのキャラ設定、違う、キャラ設定って言っちゃダメ。くまちゃんの過去のお話とか、シェフとの出会いのこととかお話ししてなかったなーって気がついたんだ。だから今日はくまちゃんの生い立ちとこれからのお話をしていこうと思います。あれは今から5年前、くまちゃんが生まれたのは中国の工場でした。ニーハオ。地名はわからないけど、タグにちゃんとメイドインチャイナって、この辺かな書いてあるから間違いないよね。それでそこの工場長さんに、ほっぺのあたりにもうちょっと綿詰めてってお願いしたんだよ、くまちゃん。ほら、このあたりもう少しぷっくりしてる方が可愛いと思ったからさ。そしたらそこの工場長さんがね、お前なんか大量生産なんだよって言ったの。そうかもしれないけど、なんか失礼しちゃうよね。プン。大量生産って言ったってみんな顔違うんだからさ、個性があるんだからさ。だから家でならぬ工場出をしたよ。ただいま。ラッキーなことにその工場は港の近くだったから貿易船がいっぱいあってね、アメリカとかブラジルとかタイとかあったからすごい迷ってさ、タイだったらのんびりカオさん通りとかね、ブラジルだったらサッカー観戦ではっちゃけたかったし、アメリカだったらまあイチロー選手に会いに行きたいよね。シュッレーザービーム。妄想は1分ぐらい膨らんだんだけど、くまちゃん船酔いで綿吐いちゃったら嫌だなと思ってさ、近めの日本行きの船に乗ることにしたの。保守的くまー。一応野獣記号なんだけどね。それでやっと日本に着いて、はーってほっとしたんだけど、これからどうしようっていう不安の方がいっぱいだったね。働き口なんてないし、車にひかれたし、カラスに捕まって空から落とされてポーンってなったり、猫にくわえられて屋根の上に置き去りとかね。体はもうボロ雑巾みたいになってたよね。身も心もボロボロ。でもね、綿だけは出さなかったよ。もふもふ、綿大切だもんね。雪も降ってきて体が水分吸収しちゃってさ、重かったね、あの時。ベシャーって。そしたらなんだか美味しそうないい匂いがしてきたんですよ。そのいい匂いの方に向かって最後の力を振り絞って行ってみたら、なんとそこは素敵な小さなレストランだったんだ。雪と吸収した水分で滲んでよく見えなかったんだけど、ドアのところにアルバイト募集の張り紙が貼ってあってね、よく見てみたら下の方にちっちゃく「最悪クマでも OK」って書いてあったの。二度見したよね。席じゃない？だから後先考えずに飛び込んだよね。バーンって。それがシェフとの出会い。まず体洗ってもらってよ、食器洗剤で。気がついたらシェフがくまちゃんの後頭部でフライパン洗ってたけど、助けてもらったから何にも言えない。まあそんなこんなで3年間は掃除とか洗い物とかばっかりだったけど、2年前からやっと計量カップとか泡立て器とか握らせてもらえるようになってさ、それでお料理くまチャンネルが生まれたってわけ。シェフにはひっぱたかれながらやってるけど、まあ衣食住ついてますし、給料もスモークサーモン2枚と、いい時はいくら5粒ついてきますから。ここだけの話、文句は言いませんよ。シェフも基本的には優しいしね。まだまだ失敗ばっかりだけど、今ではくまちゃんの夢は一人前のシェフになって世界初のくまの YouTuber になること。それでね、ここからがこれからのくまちゃんなんだけど、世界初のクマの YouTuber ってことはさ、グローバルクマってことでしょ？ちょっと前から英語翻訳つけて、グローバルクマデビューだとか言って勝手に喜んでたけどさ、くまちゃん一言も英語喋ってないのね。今まで気づかなかった。恥ずかしいよ。穴があったら入りたい。でも顔だけは出していたい。寂しいからさ。だからこれからはちょっとずつ英語でお料理していこうと思うんだ。I'm a beast! Go! ってな感じにさ、くまちゃんがどんどんグローバルクマになれるようにみんなも応援してくれると嬉しいな。次回からは少しずつ英語を喋るよ。言っちゃったー。一番嫌いな言葉は有言実行なのに。本当は一生布団で寝ていたいけど、冬眠休暇ももらってないけど、でもやるよ。
これはくまちゃんの夢だから、みんなもね夢があると思うから、くまちゃんと一緒に夢に向かって頑張っていこうね。ファイト。それでは今日はこの辺で、次回もお楽しみに。そうなっちゃってっていうヒューマンドラマ的なラブロマンス的な要素が強いんだけど、